呼吸を静かにすることで心身の統一ができるそうですが、呼吸をコントロールすることはできるのでしょうか？こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也です。今日は呼吸のコントロールのお話です。その前に存在について話をします。存在っていうのは英語の being を日本語にしたもので、この、超越瞑想の根幹の部分っていうか、これを理解することで全てが腑に落ちます。簡単に言えば、あらゆるものに浸透しているもの、基盤、内側に隠れている超越的な領域、抽象的で絶対的な純粋存在の領域です。ここにもあそこにもどこにでもあるもので、宇宙万物の根底にあります。変化することのないもの、あらゆるエネルギー、知性、創造性、活動の究極の源です。木で言えば樹液のように全体に浸透しています。そしてその存在っていうのは、以前の動画で少し話をしましたが、能動と受動の源でもあります。そして能動と受動のどちらにも属していません。安らぎに満ちた機敏さの動画も作りましたが、その状態は生命を存在のレベルに置いている状態です。それと、なぜ夢を見るのかという動画の中でお話をしたんですけれども、私たちは目が覚めている時っていうのは、下界と脳が神経系を通じてつながっていて、切り離すことはできません。神経系が疲れると、心は意識ができなくなって深い眠りの状態になります。この時、もし心が意識を持っていて神経系も維持されているとすると、心は能動的でも受動的でもない存在っていう状態になります。これはどのようにすればできるのでしょうか？どういう方法を取ればいいのでしょうか？ということで、今日は、呼吸のコントロールの話になります。それとですね、以前の動画で画質が良くなかったり、音が良くないものがあるんですけれども、どうもすみません。いろいろと改善しています。今度機会があれば撮影の話もしてみたいと思います。今回また新しいカメラで撮影しているんですけれども、編集についてはですね、最近 Adobe のプレミエルプロに変更しました。さて今日はですね、この超越瞑想の本の中の254ページ、電子書籍版では第3部生きる技術の第7章健康への鍵の健康に及ぼす超越瞑想の影響の中に出てくるお話です。さて、存在の状態っていうのは心と体の完全な状態とも言われています。その状態っていうのは活動していない状態ですので、呼吸数も減少しています。そうそう。過去の動画で説明をはしょったり、説明不足の点があるので、その点もすいません。もう少し、話を丁寧に進めてみようと思います。さて、呼吸の話です。呼吸をしているのか、していないのかというような静かな状態にできることが可能だとすると、体が存在と調和するようになると言われています。これは心自体に目覚めているようにさせる神経系の状態であると言われています。心が心自体に目覚めているっていうと難しいんですが、眠っているような静かな状態っていう理解でもいいと思います。その時には心も体もその静かな状態で維持されます。そして生理的な変化がゼロっていう状態が起こります。体全体の生理的な仕組みが一時停止の状態っていうことですね。でその時には進化っていうこともなく変化もありません。
これが心身が統一された状態です。次はこれをどのように実現していくかということですね。最初に生理的方法っていうのを紹介します。これは体や呼吸を操作する方法です。ヨガの訓練や呼吸法を使います。ただこの方法ですと、例えばヨガのポーズをするときはですね、頭で考えながらポーズをするんですけれども、その時には実際に体も使っています。これは活動していることになりますので、無活動に持っていくっていうのは難しくなります。それとやはりそこには緊張ということが入ってきます。活動でも無活動でもない状態に呼吸を持っていくには、自然な方法を使った方がいいということになりますね。例えば呼吸を遅くしようとすると、そこには緊張が生まれてしまいますので、かえって逆効果になります。呼吸に関して言えば、呼吸をほとんどしていないほどの状態を作り出せればいいんですけれども、今言ったように意識してそうしようとすると緊張が生まれてしまいます。これに関しては、呼吸を制御する行というのがあるそうで、そのような行法を長く続けると、息をするとかしないに関係なく体が慣れていくそうです。このような行法を行うと、非常に柔らかい呼吸でも体を維持するようになって、活動でも無活動でもない中間の状態の呼吸になる生理状態が作られるそうです。私は実際にはよくわかんないんですけれども、ただその方法っていうのはすっごい指導者に教わりながら厳しい修行を何年も続けなければいけないそうです。大変そうですが、そういう方法があるっていうことはすごく興味深いです。私にはちょっと無理そうな方法ですけどもね。さて、なんとなくもう察知している人もいるかもしれないですけれども、こういう大変な修行をせずに楽に簡単にそれを実現できる方法があります。はい、そうです。超越瞑想です。どのようにして呼吸をコントロールして存在の状態に持っていくことができるのでしょうか。まずこれも過去に動画を作りましたが、心の動きっていうのはまずは思いとか感覚的なものっていうのが先にあって、例えば海の断面の話をしたんですけども、下の方でまず思いとか感覚的なものがあって、それが意識の表面のレベル、上の方を現在意識と呼んでいるんですけれども、下から上がってきてそこに出てきた時に言葉として認識できるという仕組みです。この時その最初の思いとか感覚的なものが浮かび上がってくる前にそこを捉えることができれば、現在意識まで浮かび上がっていくというこの間のエネルギーを節約することができます。そうすると体の中のエネルギーの使用量も少なくなるんですね。つまり活動が減ります。それは呼吸が少ない状態なので、呼吸が柔らかくなります。こうして呼吸を活動でも無活動でもない状態に持っていくことができます。超越瞑想中に心が想念のより微細な状態を体験し始めると、それに比例して心の活動も少なくなっていきます。そして最後には心が最も微細な想念を超越して純粋意識のレベルに到達すると、存在のレベルに達するっていうことができるようになります。この状態っていうのは先ほども言いましたように、体の変化や衰退などが起こらない状態です。超越瞑想を実際に行ってみると、呼吸が楽になることがわかります。それは決して呼吸を楽にしようとか静かにしようという思うわけでもなくてですね、気がついたらそうなってたっていうようなレベルです。実際そのような状態になるんですけれども、それを目的に瞑想するということではなくて、瞑想はただ気軽に行います。結果は気にしなくても大丈夫です。自然にそうなっていきます。超越瞑想っていうのは
考を調整する方法とも言われているんですけれども、これによって神経系を静かな状態に持っていくことで、体も存在のレベルに高められます。そしてその結果として、あなたは人生と健康を楽しむことができるようになります。これが超越瞑想の祝福です。今回の動画のタイトル、呼吸をコントロールする方法っていうのは、呼吸を静かな状態、息を吸っているのか吐いているのかわからないようなレベルの状態に持っていくこと、すなわちコントロールする方法ですね。緊張感もなく楽に快適に呼吸を静かにするには、超越瞑想を行うことが一番簡単だと思います。それでですね、コントロールっていうと自分の意思で操作することだと思うんですけれども、超越瞑想を行っている時にはコントロールできないですよね。この場合、超越瞑想をするっていうことが自分をコントロールすることになります。テレビのリモコンに例えてみますと、リモコンのボタンを押すことでコントロールできますよね。私たちにとってはこうやって座って瞑想するっていう行為がボタンを押すことだと思います。リモコンですと、ボタンを押すと電波が出て、テレビがそれを受信してとなりますが、それは自動的ですよね。座って瞑想を始めれば、あとは自動的です。それによって結果的に呼吸をコントロールすることができます。お分かりいただけましたでしょうか。それでは今日のお話はここまでです。超越瞑想についてまだ学ばれていない方は、ぜひ全国にある瞑想センターで行われている超越瞑想の説明会にご参加していただければと思います。ウェブサイトから予約のお申し込みができます。私は群馬オフィスで活動しています。群馬県の館林市の近くです。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。